こんにちは、山下夏実です。6月6日土曜日、今日は平塚海岸でスキムボードを楽しんでいきました。ど満潮からのスタートといった感じで練習していったんですが、波高がそこまで高くなかった感じなんですが、波高以上にサイズはあったかなと思います。おそらくですが、波長の秒数が、だいたい7秒後半ぐらい、一番良かった波の時間だと9秒ぐらいあったのかな。そんな感じでかなり秒数があったので、いい感じに、そのおかげで動いてる水量も多くて、波サイズ以上に分厚い波が来てくれてたんじゃないかなと思います。ただ朝一はど満潮ってこともあって、かなり割れてる場所、ブレイクしてる場所がかなり限られてて、難易度も高かった感じですね。このテトラの裏側に波が入り込んできてくれるぐらい、うねりは来てたかな。数字上35センチぐらい、だいたい30センチ後半ぐらいまではあったんですが、動いてる水量とかも含めて言うと、おそらくですが50センチ分ぐらいは来てたかなと思います。この辺りはちょっと苦戦しつつ、分厚い波かつやや巻きにくい波とかね、めったに来ないセットとかも狙いつつやっていってるんですが、もうそろそろかなしたらピークを動いていく感じになるんですが、この時間はテトラ前少し遊べてましたね。基本はこのリッピンからオーリードロップをこの時間は狙ってたかな。結局下巻きで最後があまり綺麗に巻いてこないから、オーリードロップを対応するっていうのが結構メインだったかな、この辺りは。これとかは良さそうな角度に見えるけど、ちょっと消えちゃったかな。どうしても手前のデッドウォーターと波がうまく噛み合わないと、そこは難しかったね。これはラップいけんじゃないかな。ナイスラップ、うまいね。こんな感じでここでラップとかもやりつつ、ここでちょっとピークを動いていく感じになります。少しピークを右側にずらした結果、ちょうどずっと朝からできそうだっていうのが分かってたんですけどね、このラップが取れるこのサイズ感、先ほども言ったように一応30センチ台の波です。これでも数字上、動いてる水量が多い分、このショアブレイクが結構分厚く来てた感じですね。かなり難易度高かったね。すごいアウトだったし、これでパワーもなかなかもらいづらいからね。このラップがおそらくベストライド、完璧だね。これはほぼスタンディング気味。この分厚さね、波のこれもナイスラップラインだね。この時間が一番良かったかな。このピークちょうど貸し切りで誰もいない状態でやれたんですけど、ここ、ずっと朝波チェックした時からできそうだなと思ってましたが、ちょっとここまで炸裂するとは思わなかったね。ただベースとしてはやっぱ巻かない部分もあったから、であとはポジションを大きくずれると一気に乗れない感じだったので、ポジションをドンピシャで合わせるのが難しいね。これとかはうまくレールで最後一気に加速してうまくカバーしたけど、これとかもかなり怪しかったね。これとかもすごい位置がね、右側でね読みづらかったんだけど、しっかり軌道修正、とんでもない軌道修正を入れてラップラインで3ショービットまで入れてってるね。今のはハイクオリティ。
今の難易度に分かる人がどれぐらいいるか。これはややインサイド気味かな。いいラップだね。これもしっかり加速してかなり悪くないと思う今のは。さあこれはモンキークロールを使ってバック押し乗るけどポジションが甘かったね。これもっと右だったね。ちょうど正面が割れてなかったね今のは。僕の狙ったこれは今度反省を生かしてやや右側行って取っていった。ただ最後がちょっとワイド目に割れたから綺麗にはかぶれなかったね。でも悪くない狙い方だと思う。まあ、この時間は波長の秒数が9秒ぐらいもあってね、すごい水の量が動いてる。これもよく取りましたね。斜めパンプでポジションが微妙にずれた時のこの斜めパンプね、アップローチの段階で気づいて利用できていいと思う。さあこれちょっと勝負の3ショービット出ましたが惜しくも失敗。思ったより最後勢いよく割れてきちゃったから最後吹っ飛ばされましたね。でここで滑走ワックスズムワックスをちょっと塗り直して再びアウトをどんどん潮がね引いていくかなっていうことでアウトを狙うためにねちょっと塗り直したんですけど、なんとここからピタッと急に波数が減っていく感じとなります。これまあ後から分かったことなんですけど、このタイミングですね。でちょうど秒数がどんどんいい感じに伸びてて9秒ぐらいあったのが短くなり始めたんですよね。選べばこういうラップとかいけてたんだけどどんどん短くなっていく感じで、その影響で動く水量が減ってきたから波が分厚く来なくなったんですよね。この辺りはまだごまかし効いてるんだけど、その辺の待ってたらギリギリ来るわみたいな感じで乗れてたんですが、まあ、明確にここが基準で一気に波風が減ったかなって感じだね。だから見ていただければ分かるんですけど、今のラップラインとかも悪くないんだけど、先ほどまでその被ってた波サイズと全然違うのが分かるかな。これとかもいい例だと思うんだけど、急にこのサイズ感になってきたから、まあ、そこの対応を強いられた感じだったね。この辺りはこのサイズ感になってる。これダウンザラインは悪くないね。しっかり乗れてる。一回り二回りぐらいいきなり下がった感じだったね。朝の先ほどのまでの波であればおそらくどんどん潮が引いてサーフィンもできるんじゃないかなっていう感じではあったんですが、まあ、こういう感じになってきたので、まあ、結局サーフィンよりもスキムじゃんみたいな感じになってましたね。これも悪くないね。ナイスラップ、いい感じ。インサイドリッピング180高い。ナイス合わせ方。この辺はもうなかなか波数が減ってきてるんでね、やや狙いを変えてってます。まあいい感じに潮引いてっていけるのかなっていう読みだったんですが、いい時間に逆にどんどん波が厳しくなってる感じだね。引いてパワーもなくなってるみたいな感じだったね。秒数が少なくなってる上に引いて波のパワーもなくなって2つが相まって通常よりも速いスピードでその動く水の量も減ってたので、合わせ方がやっぱ難しかったね。この辺りはターンしてワントリックとかを積極的に狙ってる感じになってます。もうかぶれる波が少なかったっていうのもあるので、まあ、それでもすごい待ってれば波は来てましたね。一応かぶれる波は。
これとか2枚並みになっちゃってるけど、まあ、うまいね。最後重なったところで今レール入れ直して前に出る。これとかも多分ずーっと待ってきたセットのやつやったかな。まあ、久しぶりのかぶれた波かな。まあ、こんな感じで今日は短い時間の中でかなりの波の変化があってね、ちょっと難易度は高かったですが、まあ、最初やってたテトラの中にちょっと戻って、まあ、サーフィンとスキム数本狙っていって、まあ、練習を終えた感じとなります。まあ、かなり短時間でしたが、良かった時間は相当いいライディングできて良かったんじゃないかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。